ゆっこ師匠です。さあ今回は牛肉を使って甘辛いタレが絶品な牛すき巻きを作っていきます。2025年の恵方は西南西やや西だって。おつまみ作って飲もう。まずはご飯を炊きます。今回はお米1合で海苔巻きを2本作ります。水加減は普通で大丈夫ですが、後で寿司酢を混ぜるので少し固めに炊いていただいても OK です。ご飯を炊いている間に具材の準備をします。レタスは1枚程度、だいたい4等分にします。きゅうりは1/2分の1本、ヘタを取って縦4等分にします。4等分に切ったら種を取り除きます。種を取っておくと巻いてから水分が出にくくなります。人参は3分の1本程度。今回は皮を剥きましたが、気にならない方はそのまま千切りにしていただいても結構です。切った人参を耐熱容器に入れます。人参に軽くお塩を振ってさっと混ぜます。お塩がなじんだらふんわりラップをして600ワットで1分レンチンします。上下を返すように軽く混ぜたらラップをしたまま少し蒸らしておきます。今回は L 玉の卵1個使いました。小さい卵なら2個使っていただいても大丈夫だと思います。白身を切るように混ぜてお塩を入れてさらによく混ぜます。卵焼き器に薄く油を敷いて溶いた卵を半量ずつ入れて巻きます。卵焼きを巻くときって皆さんはどちらから巻きますか？師匠は奥側から手前に向かって巻きます。よかったらぜひコメント欄で教えてください。卵焼きの粗熱が取れたら縦4等分に切っておきます。次にお肉に絡めるタレを作ります。器にきび糖大さじ1、お酒大さじ1、みりん大さじ1、お醤油大さじ1を入れてよく混ぜておきます。牛の切り落とし肉は150から200グラム程度。脂が乗ったお肉だったのでそのまま焼きました。できるだけお肉を広げながらフライパンに入れます。お肉の色が少し変わったら混ぜておいたタレを入れます。タレを入れたら汁気がなくなるまで煮絡めます。甘辛いタレでお肉にしっかり味をつけるのがポイントです。だいたいこんな感じ。器にあけて冷ましておきます。これで中の具材の準備は完了です。さあ、ご飯が炊けました。次に酢飯を作ります。ボウルに炊きたてのご飯を入れて、すし酢大さじ2を入れます。必ずご飯が熱いうちにお酢を混ぜます。そうじゃないとご飯に味が入らずべちゃべちゃになります。
全体にお酢が回るように切るように混ぜます。お酢が回ったらうちわなどで仰いで冷まします。熱いお米を急激に冷ますと中に味が入ってツヤが出ます。余分な水分も飛ぶのでべちゃっとなりません。それでは巻いていきます。焼き海苔は前傾のものを使います。ザラザラしている面に酢飯をのせます。海苔の上に半量の酢飯をのせて、巻き終わりの方の海苔を 2,3 センチ残して酢飯を広げます。できるだけご飯を潰さないように軽く広げます。巻き終わりになる方のご飯を少し高くすると具材が出にくくなります。酢飯の真ん中あたりにレタスを半量のせて、その上に煮絡めた牛肉を半量のせます。できるだけ汁気は切ってのせます。その上にきゅうりと卵焼きと人参をのせて、具材を軽く押さえながらご飯の端から端まで一気に合わせます。端と端をしっかりくっつけて巻き酢を上げてくるっと巻きます。巻き酢の上から形をしっかり整えて巻き終わりを下にして落ち着くまで少し置いておきます。それではもう一度、海苔の上に酢飯をのせて巻き終わりを 2,3 センチ残してふんわり酢飯を広げます。巻き終わりの方の酢飯を少し高くすると具材が出にくいです。酢飯の中央あたりにレタスを敷いて、その上に牛肉をのせて、きゅうりをのせて、卵焼きをのせて、人参をのせます。人参が少し多かったので残しました。酢飯の端と端を合わせてしっかりくっつけてくるっと巻きます。形を整えてだいたいこんな感じ。お好きな大きさに切り分けてください。試しに切ってみます。キッチンペーパーを濡らしておきます。切ったら中はこんな感じ。濡らしたキッチンペーパーで包丁を拭きながら切ると切りやすいです。食べやすい大きさに切り分けます。今回は8等分に切りました。恵方巻きで食べるなら半分の大きさか3分の1ぐらいの大きさでもいいかもしれません。恵方を向いてお願い事をしながら丸かぶりしてください。器に盛り付けて牛すき巻きの完成です。ちょっと残った人参は春雨サラダになりました。さあ、今回は牛肉を使って甘辛い味が絶品の牛すき巻きを作ってみました。美味しそうと思ったらぜひお試しください。それではまた別の動画で。バイーン。さあ、はい、見てく